どうも皆さんこんばんは、夏目さちの源です。海の底の白鳥と言われた美の化身、さやです。美しくない？今回なんか妙に。ちなみに海の底の白鳥というのは存在しないものの例えってことわざで出てきました。本当に？本当です。みんないい子賢くなったねというわけで、そんな美人は存在しません。おめでとうございます。なんなんだということで今回ですね、こちらでございます。カンブリア紀は早い、こいつ好きだなキモいな、チビなんか食ってる。絶対やばいもん食ってるはい、ということで今回こちらです。コラージュ。読みづらい、この字ちょっとあまりに書いといたら読みづらーって、ということで今回やっていく企画はこちら。こちら、今まで描いてきた絵好き放題使ってイラストコラージュ作ってみたうんかや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 。ということで、コラージュっていうのが、はい、まあ皆さんご存知の方も多いと思うんだけど、イラストとか、まあ、写真もそうだし、から一部分を切り取ってそれをペタペタと組み合わせていくことによって、それから全く別の形とか作品を作り出すっていうのがコラージュっていう技法なんですけど、まあ、我々先日ねこちらのね出しましたオンライン図、夏目さんちの今までね描いてきたイラストとかをもう一冊にギュッとねまとめて出させていただいたイラスト集、後半3ページの方にギュッと詰まっておりますので、前半は何なんだじゃん、真っ白まあこんなのが出たんで、いろいろデータ整理してたわけですよ。いや、そうね、いろいろ今まで書いたデータも今ちょうど手元にいっぱいあるわけ、ってことは今までねこう画集のために集めてきた作品を使って切り張りして1個の絵にまとめたら、それはもう集大成というか、確かに一番いい作品作れるんじゃないかなと。俺たちが4年間夏目さんちをやってきた伏線回収はこれのために。すっごい重たい動画だねこれ。あということで、はい、案件でございます。ビコーズが全然繋がりませんでしたけどね。いや、いつものことですよ。まあ確かにね、はい、今回は、ブックライブさんから案件をいただいております。ありがとう、ナマステなんでブックライブさんのこちらご提供で、クロスフォリオというサービスを今回紹介させていただければと思います。クロスフォリオ、オンライン上で簡単にポートフォリオが作れるサービスになるんですけど、まあサービス詳細はね後半の方で夏目さんち実際にちょっとそのページを作ってみようかなと思うんですが、今回はイラストコラージュで作ったその作品、僕たちがお互いそれぞれ作った作品を、言ってしまえばさ、4年間描いてきた作品がギュッと1個にまとまった1枚の絵で、まあ作品、ポートフォリオじゃんそれ。確かにね、1枚でもだって全部載ってる。だからポートフォリオのサービスにぴったりな1枚が出来上がるはずなんですよ。素晴らしい。しかもちゃんと全部自分の絵だからね。そうだからいくら切り張りしても怒られないですね、誰にも。しかも俺たちさ、すごいさ、なんかいろんなテーマとかさ、いろんな画材とかでさ描いてるから、ちょっと面白いものになりそうな気がする。いろいろねテクスチャ感が違ったりとか画材が違ったりするから、組み合わせによってはどんどん新しいものが生み出せるんじゃないかと思いつつ、これは大発見ですよ博士。どうした、急に夏目さんちやめちゃったよね今そうなのてなわけで今からですね、ソフトは基本的には使いやすいのでいいんですけど、僕はまあフォトショー使ってやろうかなと思って。さやはお任せしますけどフォトショーでもいいですし、クリスタでもいいし、メディバンでも何でもいいです。やったー、好きなのがいいです、ということで今からやっていきたいんですが、まあ、ルールとしては、今まで自分が描いた絵だったら別に何使ってもいいんだけど、デジタルデータの場合分けてるところのレイヤーの中の一部を使うのはなしです。一応完成しているその絵、絵全体の単体からここが欲しいで自分で切ってください。オッケーです。それかもしくは線画とかだけだったら OK。そもそもレイヤーとかないんで大丈夫です。そうだからお前だけだよ、その縛りが課されるの俺はもう紙バーン。確かにもうコラージュするしかないもんね。そうだよ、もう切るしかないもん。まあとりあえず元あるイラストから切るだけで作ってくださいっていうのと、あとはさやだったら僕だったらさやの絵を1枚だけ選んで、そこからパーツ持ってきてもいいよっていう。1枚だけね。そうです、1枚だけ選んで自分のじゃない絵を使っても OK と。やっぱ夏メンチとさで分けてる俺たちのさ仲間だからさ俺が
が夏目んちなんだ。夏目さんちの差はさやの差だった。そうそうそう。さや要素 10% だね。5%。じゃあ俺たちの今までの集大成ってやつを作っていこうと思います。さあ、ということでですね、こちら、すごいなんかちょっと音反響してると思うんだけど、これ場所が初のね、初かな、一応初かでも。だってルームツアー以外でほぼ出ないよ。確かに。いや、なんかこう、二人がちょっと同時にこう、フォトショーなどを使って作業するために、撮影部屋だとその環境がなかったので、今、隣の作業部屋というか、撮影以外の仕事部屋だね。そうそうそう、事務作業とか、あと、なんかこう、イラストとか描くときに使う部屋に来ております。なんで僕はこっち側の自分の席で出てて。はい、私は今、鹿児島のアトリエの方に来てますね。なんでなんでちょっとおしゃれぶる千葉で。千葉です。はい。ということで今もう画面にもフォトショーを開いてると思うんですが、僕たち何もラフも作ってないし、プランニングも何にもしてない状態で、ここから制限時間、こちらですね、2時間でいこうかなと。2時間もうこういうの初めてだからさ、なんかもう未知数すぎるんだけど。僕も初めてだから、もう全然わからないけど、とにかく2時間以内に自分の絵をどう使ってもいいので、描かなければいい。切り貼りするだけでやってください。かしこまりました。今ものすごいびっくりしたさやさんが描いてるところなんですけど。あ、そうなんですか。はい。じゃあ行きますよ。始まっちゃうの。ちょっと待って、このびっくりさやさん消すから待ってて。びっくりさやさん消すんだ。びっくりさやさんバイバイ。いきますよ。よーい、スタート。2時間が始まりました。やば、緊張してきた。どうしようかな、これマジで迷うな。初めてすぎるんだけどね。とりあえずまずヘルメットパーツとかいろいろ外すとこから始まる、僕は。ゲンさんはね、もう多分ね、なんかもう自分の手足のようにね、ちょっとフォトショップを使ってる様が多分ね、記録されると思うんだけど。そんなことはないですけど。さやさんマジでね、マジハイヒール履いた状態の竹馬ぐらいの速度でやるから、皆さんどうぞよろしくお願いしますね。何にもできねえしね。ちょっと待って、画像とりあえずサクサクっともうそんなに、なんで画像どうやって持ってくんの助けて。嘘。さやさんそんなにフォトショー使わないっけ普段。待ってね、今頑張って、今。画像をさ、どうやってさ、持ってくるのかをまず。引っ張ってもいいんだよ、別に画面に。持ってこれないんだけど、画面に。なんでなんかすごいパソコン初心者の人に教えてるみたいな気持ちになってきた。大体そうだよ、いつも。やったーできた？できた！素晴らしい。褒めて。こんなに感じで始まるか、これ。よし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 。はいはい。いいですね。はい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 。むずー！ここから行くんでしょ？はい。とりあえず頭はパーツは外してみた。やばい、この子ばっか切り抜いて、この子しか使わないのはなんか違う。私もうね、もうビジョン見えたよ。もう見えてる？もう見えてる。全く見えてないね。まずなんか素材を集めるとこから始まる。待って、2時間で終わんなくねこれ。切り抜くだけで2時間じゃないのこれ。マグネット選択ツールで、まずこいつを切り抜きます。いいよ、さやさん。いい感じでしょ？いいんだよ、もうざっくり切り抜いちゃっていいんだよ、もう。いや、そう、だってね、最終的にいろいろ調整すればいいんだよ。そうだよ、もうごちゃごちゃになるわけだから、いいんだよ。ね。いらないの。繊細とか前もってとかもそういう言葉大嫌い。コマンド C、コマンド V。いいんじゃない？見て、ほら。こういうことですよ、皆さん。わかりました？パーツができましたが。パートができましたよ、パートが。なんかさ、画集の表紙の子さ、直近触れ合ってるからさ、思い入れが強すぎてどんどんこのパーツ使いたくなる、この子。でも今回どうするんだろう。なんかさ、コラージュっていろいろあるじゃん。ベースの絵に対していろいろ装飾するのか、それともなんかさ、それを使ってさ、新しい一個の形をもう一個作るのかみたいな。でもさやさんはね、ちょっと画集のこの子の新解釈でいきます。行こうかなと思って。いいね。かっこよくないのか。かっこいいわ。ずる。自由変形でどうやってやるのかな。こうやるらしいよ。マジでよちよち赤ちゃんなんだけど。まずこの子をすっごくちっちゃくします。はいはい。いい。そう、イメージ通りですよ。いいですね。で、待って、ちょっと待って。この子をさ、まず切り抜かなきゃいけないんじゃないの？でもさやさんと違ってゲンさんがさ、便利なのはさ、この子最初から投下されてるんだ。俺はお前を許しはしない。こんな感じでいっぱいこう素材が今切り分けられてくるが、ちょっともうやめよう。このぐらいにしとこう、この子からは。それでも今回はその画集表紙メインでいくんですか？画集表紙なんだけど、ちょっと今までとは違う感じ。なるほどね。そう。いいんじゃないですか？もうそんな、もう見えた。始めてんの？もう見えた。こっち側のね、画面にね、さやさんのイラストのデータがずらーって並んでるのがあるんですけど、上から全部くっつけていくの。計画性ゼロすぎる。でもな、確かに2時間って考えると、考え込みすぎると終わんなくなるから。そう。後からね、全部いらないところは消していけばいい。まずはくっつけるところから始める。さやさんは効率中だから。本当か？楽しい。なんかさ、ここでさ、撮影してみたかったんだよね。でもそう、ちょっと思った。今回これね、いい機会だよね。ここの撮影の抵抗が。ただちょっといつもとマイクが違うから、音質が急に違和感が出ちゃうかな。でも音質なんか気にしてるの多分ゲンさんぐらいだから大丈夫。そう思う。本当に悲しい。
これここで別に撮影してたからって言ってみんなから音質変わりましたねなんてコメントはさ、入らないことはなんか知ってるんだ。いつもより反響してますねみたいな。だからみんな気づいたふりしてさ、コメントして今。気づいた人でも気づかない人でも、あれなんかいつもと音質違うからやっぱいつもの部屋の音質の方がいいですねって言ってほしい。じゃないと俺があの部屋で音質にこだわる意味が全くなくなる。ゲイさん気にしちゃうもんね。頼む、ほんと。僕が無駄にお金をどんどん投じてることになる。気づかれてしまう、無駄だったことが。無駄じゃない。自分を肯定してでも絶対無駄じゃないよ。まあね。いやまあ無駄じゃないと思うよ。無駄じゃないと思うけど。こういう活動者の人のマイクって3万がアッパーだなって思う。ああ。もうそれ以上ってむずい。そうね。ちなみにね、夏目さんちが今使ってるマイクね。12万円。びっくりしたね。知らんかってんけど。いや、今使ってるんじゃないよ。この部屋じゃなくて、いつも撮ってる環境は、いや別にこの部屋だろうが、どの環境だろうが。あ、びっくりする。12万円はびっくりするだろう。12万円です。だから、さやさんはすごいいいマイクで喋ってるんだよ。いや、さやさんがさ、別の活動、別名義で、夏目さん家に隠れてやったら、この音質、もしかして夏目さん家かってバレちゃう可能性があるってことねえよ、それは。すごい人がいる。すごすぎるだろ。よしよしよし。やばい。僕の絵切り抜きづらいということが今発覚してる。そう、かわいそう。なんかさ、ごちゃごちゃしてる。気づいちゃった。描いてる人誰だろう。ムカつく。いやでもね、僕の絵結構コラージュ、なんか何でもありな感じがあるから、僕の絵結構はったり効く気がしてる。とりあえずもうちょっと楽しくなってきたんだけど。めっちゃ楽しいこれ。楽しい域まで来てる。ずっとやってたい。過去の自分の頑張りをさ、そのまま使えてる感じがしていいよね。ね、切り抜き雑すぎていけるんだよ。待って、これ2時間で終わるかな。不安になってきた。終わんないこれ。多分。あ、これをここにさ、ドーンって置くの。おしゃ。自分の絵でからおしゃれ生み出しちゃった。おしゃれ生み出しちゃった。さっぴって実はすごいおしゃれだったんじゃない？いや、違うな。もうちょっと考えようさや。頭使って頼む。こういうさ、パソコン作業ってさ、ついうるさくなっちゃうんだよね。多分いつもよりあれなんじゃない？ゲーム実況に近いんじゃない？あー、かもしれない。慣れないことやってさ、さやさんパソコン作業慣れないってどないって話なんだけど。慣れないでしょ。そう、でもさやってもう基本アナログ人間だからさ、もう慣れないじゃん、パソコン作業。慣れない。だからさ、そういうことになっちゃうんじゃない？そういうことになっちゃう。なんで、のけのまつってのがあるんですか？パソコン教室に来たけど、ちょっと高度なおばあちゃん。確かに。でもせっかくだからなんか夏目さんちも入れたよな。この夏目さんちをここにインドン。どこ行ったあいつら。待って、終わんねえこれ2時間じゃ絶対。ね、終わんないけど終わらせるんだよ。もうだって30分経つよ、もう。ちょっと何言ってるかわかんない。これ色変えるのはなしだよね、さすがに。あ、色変えるのはちょっとね。やっぱ、その時ってさ、そのカラーリングにさ、こだわって描いたわけじゃない？すごいうるさい。そういうのってさ、作者に対する冒涜っていうの。俺だよ。でも確かにその当時の、その時やったっていう糸の色は残したまま組み合わせるのがコラージュって気はするな。そうなんだよ。カタツムリの切り抜きが鬼雑なんだけど、どうしたらいい？あれね、コピックから持ってきたの？そうだよ。よくわかったね、カタツムリって言っただけで。さやの絵でカタツムリが印象的なんてそれぐらいしかなくない？ごめんね、絵の種類少なくて。すごい。何でもネガティブに捉える人。さやさんってさ、根が本当にネガティブなわけじゃん？もう周知の事実だ。根がネガティブ。しかもメガネかけてんだよ。メガネネガティブなんだよ。メガネネガネガティブ。メガネがネガティブ。メガネがネガティブ。メガネガティブ。メガネがメガネがネガネガメガティブ。新しい早口言葉だ。すごい。まだ4つぐらいしか組み立ててないのに、もうやった気満々。なんでやった気満々になるかっていうと、やっぱり過去の自分の頑張りの汁すすってるだけだからなんだ。その時は何時間もかけて書いたシーンをさ、今さ、すごい雑に切り抜いてるわけよ、今。そうだよ。はい。うわやめろ。マジでやめて。ほんと余計なことしないで。ほんとやめて。これね、うちで起きるすごい7大迷惑現象の一つなんだけど。多分同じ Apple ID 使ってるからなんかもしれないんだけど、紐付けられちゃってるのかわかんないんだけどさ、さやが作業してる時にコピーとペーストするでしょ？僕の iMac にコピー&ペーストされるっていう意味わからん現象があって。面白いね。みさんどう？進捗は。うんちの味方。うんちの味方。君はうんちの味方かい？難しいな、全部。なんか一個ずつさ、なんか説明したくなるよね。それは画集買ってもろて。それはそう思い出した。そうだ、動画でさ、これはね、ぜひともね、謝罪しなきゃいけない事案だわと思って。謝罪？そう。全然見当ついてないけど、何？今まで、ブタクサとセイタカアワダチソウの違いを把握せず、ブタクサ花粉のことをセイタカアワダチソウのせいにしてて大変申し訳ございませんでした。
すごいどうでもいい謝罪し始めた。野に行くとさ、黄色のふさふさしたさ、お花がさ、咲いてるやない？ありますね。そうそう。だからみんながあの黄色のふさふさの草のことを豚草って言ってんのかと思って。はいはい。だから、あいつが咲き誇る時期、ああ、みんな花粉症で大変なんだなとか、あいつが花粉をばらまいてるんだなとかって思ってたの。そしたら、あの黄色のふさふさは、セイタカアワダチソウであって、豚草ではなくて、はい。しかも、セイタカアワダチソウの花粉は別に花粉症の原因にならない花粉だって聞いて、なんて間違いをしていたんだっていう。いやでも衝撃を受けたんだよね。僕もさえも秋に黄色い花々が咲き誇るとクソだと思ってたの。結構マジで思ってた。だけど気づいた。そう。あいつはね、何の罪もなかったんだよ。ここだけさ、濡らせてほしいんだけど。ダメです。書かなくていいんだよ。そう、書かなくていいんだよ。やば、書かなくていいって。ね。でもこれは、あくまで自分の素材があるからできることであって、まあそうだね皆さんは勝手に人の絵とかでやっちゃダメです。それはそう。絶対にダメです。自分の絵でみんなやってくださいね。そう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 。もちろん、これは。なんかバランス悪くてキモ。でもなんか絶対ゲンさんのやつさ、めちゃめちゃおしゃれになってそう。なんかすごいデザインチックでさ。いや、それはそんなことないんだよね。なんかさ、さやさんさ、デザインというさ、分野をさ、一切やってこなくて。だからさ、なんか本当はもっと勉強した方がいいんだろうなってさ、数十年思い続けてるんだけど。数十年。そんずそこらの思い方じゃないよ。しかも思ってるけどやらないから、ちょっとみんなとは格が違うんだわ。ごめん。何を誇っとんの。イケメンと美女の間にエビ挟みたい。まさかエビもそこに連れてこられると思ってないの。てか俺にエビの素材があることが一番面白いんだよ。確かに。大胆に配置するのが大事かもしれない。そう。それはそうだと思う。ちっちゃい大きいで、このなんか抑揚っていうんですか、なんていうんですか、これ。リズムとも言うべきですかね。うざ。さやさんもう最終的に力技いくから。なんだよ、それは。俺にできてお前にできないこと。夏目さんしか。お前。俺がどれだけあいつらの素材を持ってると思ってるんだ。もしかして猫ちゃん来てるの？弊社の？いやいや、そんなわけないよ。ねえ、そんなわけないよね。いや、誰が私のこと猫だなんて言ったの？動画お怒りだよ。めちゃも動画に映る。すごい速さに逃げてった。かわいい。でもね、もうこの猫ちゃんはね、ご飯をね、食べてるのにね、もらってないんです。みたいな顔でね、いつもこうやってくる。ゲンさんとサヤさんから1回ずつもらえると思ってる。違う。と言いたいらしいね。でもなんかさ、こんなにさ、お互いの作品見えない状態なの珍しい。確かに。何作ってんのって気持ちすごいある。不安なんだけど。わかる。試験会場みたいな不安がある。いや、そう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 。相手がカチッカチッカチッって音が聞こえるけどさ、何してんのってなる。そんな作業することあるみたいな。あー、いいね。おー。いい感じ？全然。いい感じではないんだけど。いや、なんか今、ちょっと巧妙を見たってだけ。さやのやつから何を持ってこようかなって感じ。ああ、最初ゲンさんのこと全然考えてなかった。大量のナピ目を切り抜くのに忙しくて。さやずるいよな。なんかそういう可愛いキャラいるんだもんね。あと22分。この企画怖っ。溶けてるの。ね。時間が。ね。なんだ。めちゃめちゃ楽しい。なんかさや楽しそうだな。めっちゃずっと楽しい。ねすごくいいよ。名作できた。めっちゃ名作すぎてやばい。どっち？芸術的な方ちゃんと、それともネタ？ネタだろ。そんなネタに決まっとるやろ。やばい、見せたい。早く見せたいよ、これ。俺もなんかね、純然たる作品作ってる。すごい。今何時？あと何分？あと45秒なんだけど終わんない。45秒。ギリギリすぎる。15分一応します。ダメだよ。ありがとうね。延長しやがった。全然全部入れられてない。全部全然入ってないよ。あ、ほんと？でも結構楽しいんじゃないかな、これ。見てて楽しいと思う、これ。文字ずっちいよね。文字ずっちね。だし。まあ、いいよ。でもずりーかもこれ。かっけえもん。俺多分夏目さんち現作品集の表紙作ったもんだって。やべえ、かっけえ。はい、ということで終わりました。素晴らしい。いやー素晴らしい。ただ楽しかったわ。ね、めちゃめちゃ楽しかった。なんかもう一人でずっと爆笑しながらやってたんだけど。爆笑しながら。爆笑要素なんてあった？あったんだよ。
一方ゲンさんはって感じなんだけど、めちゃくちゃポスターみたいなの作ろうとしてたわずっと。いやそういやでもやっぱりねゲンさんはね、なんかそのやっぱデザインのこう知識も経験もあるから多分めっちゃかっこいいの作ってくるだろうなって思ったから、もうネタに走るしかないってなって生まれたてのタニシのような私はもうねネタに走るしかなかったわけよ。そんなハードル上げられるとちょっと困るんだけど、そう今回だから不思議なことにね、僕たちもパソコンの向かい合わせでやってたから、お互いのやつまだ全く見てなくて、全く見てない。しかもなんかゲンさんの方がうーって見に行こうとしたら、はい退場って言われた。はい最低はい最低ってめっちゃ言われた。じゃあ行きましょう、はい、ということで僕が作ったコラージュはこちらです。せーのドゥン。かっこよしかも待ってさやのここなんだよ。これよくわかった、すぐわかった。すぐわかった。この僕手ないなと思って、ここに適切な手が欲しいなと思ってて、でさやの絵といえば最近やっぱ好きな絵はやっぱ金魚のこの絵なんで、と思って金魚の絵見てたら手があるやん。さやさんから手をいただきました。やば、めちゃめちゃ余白の使い方がおしゃれすぎるんだよな。こいつムカつくな。いやそうなんですよ。これがメンタルピーの子の羽。これは黄金比で描いたやつの羽。やば。はい、こんな感じです。いやもうさすげんすぎる。どうでしょうか。結構頑張ったよ。説明ゲームアートワークって書いてあるんですよ。そうなんかそう今回僕なんかテーマが自分の画集のコラージュ表紙作ってみようと思って、っていう気持ちでちょっと作ったので今回こんな感じになりましたね。結構ね、全部わかるさ、どれが何か。数は実はそんなに使ってないかも。いやそうだね。まあ1個でしょ。これキャンバスに書いたキャンバスのやつあれでしょ。でこのオムライスのこれはヘルメットが表紙の子で、これがそうピグモン東京の画材で描いたやつで、そうこの髪の毛がサンサンチューチュー。よくわかったね。そうです。でこのキモいの顎犬ね。顎犬がなんか買いたいものいっぱい買うの動画のやつで、このセーラー服の部分が80年前の絵の具。あとわかる？でこの絵の具がルサンチョウでしょ。そうですね、そうですね。でこれさっき言ったあれか。これが黄金比の子で。黄金比の子で。これは iPad の充電使い切りのやつです。あ、そうだそうだ。の最後に仕上げたやつです。でこれ後ろのこれもそう。そうだよね。この宇宙もそう。でこれがうさめか。うさめかでしょ。ロン T になって。はい、ロン T シャツになって。これはその手がさやさんの手だ。おおすごい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 。さやさんの自画像を描いてくれた時の。でこれがわかる。これとさこの子一緒でしょ。あ、そう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 。お、すごいね。これ楽曲から妄想するやつです。そういやすごいいっぱいなんか思い出だね。なんかこれはそうだね。それはあれね、合集の。こいつ？お前どこ来た？なんかしれっといるけど。すげえ偉そうなやつ。ね。こいつさやさんの頭に乗ってたやつです。ああ、そこから来たのか。これは？こうあってこの辺に絵が描かれてて、あとなんかこう全部こう白と黒で分かれてるみたいな。おー、すごいすごいすごい。画集にしか載ってないやつです。あ、やっぱそうだよね。でこれがさやさんのね、イラスト、金魚のイラスト。あ、でもさやさんのコラージュね、この金魚のイラスト使わなかったので。あ、そうなんだ。あ、じゃあよかったよかった使って。でこれがこれなんでしょう。これはコピックです。おー、すごい。なんかそれ全部わかんない。ゲンさんの絵のファンですからやっぱ。この両サイドのハッチ。これあれじゃない、横澤さんにあげたやつ。おー、すごいそれ。あ、マジ？すごいね。やった。全部当たったじゃん。やった。嬉しい。関東。完璧じゃない？そんなわかる？こいつ以外完璧だね。こいつだけわかんない。はい。というわけで僕はポスターのようになるようにちょっと作ってみました。かっこよ。次出すの嫌になってきちゃった。いや僕はさやが楽しそうに作ってた満艦全席見たいです。やっぱり。じゃあ僕のはこんな感じで。いや、さすがです。でもね、ガシャガシャでもうちらし寿司。いいじゃん。いきます。せーの、ドン。うわ、すごい。すごっ。めっちゃぐちゃぐちゃにもうすべてがさやがすべて詰まってるじゃん。いやもう詰めたよ、もう詰めた、詰め。すごいね。これはしかも表紙の子あれだ、目が。あ、わかった、すごいね。片方違うね、これクリスマスボーイの目使ってんだ。そうなの、顔だけクリスマスボーイが合体してるんです。すごい。あ、これは楽しいな。いいな、めっちゃ夏目さんちいる。めっちゃ夏目さん2巻にいる。楽し食っとる。確かに食ってる。食ってるわけじゃないから。食って見えるだけ。それ衣装意識してなかったわ。夏目さんちをね配置するのが一番楽しかった。夏目さんちいいね、めっちゃいいね。私が一番爆笑しながら設置してたのはここです。うるさこいつ。
天の時の源さんだよこれ。このラブラブカップルの間に割り込む。こいついいな。いやなんかやっぱさやはさ、キャラクターっぽいのが多いからなんか漫画とかの画集か古典の表紙っぽい。いやね、でも結構、デジタルとアナログのなんかねガサガサ感みたいなやつがね、結構出るやつが多くあったので、いいね、それ楽しいなと思って、そこは。めちゃめちゃナピメいるじゃん。そうだよ、ナピメ。そこら中にナピメいる。ナピメ各地から剥がしてきてさすごい。いやいいな。なんかこれ画集の表紙完全体みたいな。いい感じになりました。あらこれはいいし、なんかエビがあるせいでエビとおでんのせいでなんかそういう食べ物感ある。こう急にあとほら見て、これ版画なの、ここのナピメと夜明けが。やっぱそうだよね。そうブラジルのやつだ。そう、懐かしいでしょ。懐かしいな。なんかこれもこれで思い出だね。そう。これさ結構冗談っぽくさ、4 4年分の絵全部組み合わせて置いたもんがポートフォリオとしていいでしょって言ったけどさ、意外といいんじゃない？結構いいかもしれない。結構いいんじゃない？これちょっとアップロードしたいな、早く。アップロードしたいね。じゃあこれちょっと今から、はい、このクロスフォリオにこれをアップロードしていこうかなと思いますよ。思います。ちょっとじゃあこれやっていこう楽しい。他の人も見てもらえるってことですか？まあそうだね。そのページ今夏目さんち作るので、皆さんもぜひ見ていただければと。じゃあ参りましょう。さあということで早速こちらクロスフォリオでございます。はい。これ今夏目さんちのアカウントをねちょっと今簡単に作ってみたんですけど、クロスフォリオっていうのはさっきも説明した通り本当に簡単にポートフォリオが作れるというサービスなんですけど、このイラスト、漫画、小説、もういろんなジャンルをね、自分のものを、作品を簡単にアップロードして、自分はこんなものを創作している人間ですっていうのが一目で分かるようなものが作れるとなってます。自己紹介ページね。そうです。でしかもここの商品、自分でじゃあ自分でデザインしたグッズを販売したりとか、あとはこのファンコミュニティって言って、より深いファンの方との交流する場所を立ち上げたりも自由にできると。愛あふれる場所ってことね。そういうことですよ。でそこに自分の好きなようにカスタマイズしていけるということで、まずはこちらですね、ポートフォリオ作成しようと、いうわけで今回初めてまずは夏目さんち作っていきましょう。さあカスタムポートフォリオ制作で自分の好みのね、すごいね、デザインや機能にこだわりたいってことは世界観も作れるってことなんですね。っていうことなんですね。自分の好みに合ったデザインを作ったりとか、自由に作れるのはこっちなんだけど、じゃあ一旦ちょっとこっちの簡単でやってみましょう。ポートフォリオ名夏目さんち。夏目さんちどなたとりあえず夏目さんち、キービジュアルを登録と。でポートフォリオ名を簡単に入力して、キービジュアルこれ後でなんかこだわって作ってもいいと思うんですけど、とりあえずさやのこのデータを一旦入れてみますか。じゃあ夏目さんちいますからね。なるほどね。とりあえず今もう本当に簡単に設定していくので、キービジュアルさやの方でね、こうやって入れますと。ちょっとこれね外部 URL から一気にガッとね作品をね自分のやつ取得したりもできるんですけど、今回は僕たちこの自分で作ったやつをこう入れていきましょう。入ったすごいパッと入ったね。いいね。なんか華やかね。なんかいいな、賑やかだな。今回の自分たちの画集のね、タイトルになぞらえてさやラインズ、ゲンラインズ、ゲンラインズでいきましょう。こちらでじゃあいきますか。でこれでカテゴリーは今回はイラストなのでイラストに。漫画だといえば漫画なんですけどね、頑張って読み取ろうと思えば。そんなに幅広い読み取り方バンドデシネでもしない中でさあテンプレートスタイルとかいろいろあるみたいですね。こういう感じでポートフォリオのイメージがこうやっていろいろ出てくるんだけど、このスタイル A、スタイル B、お色も決めれる感じで、どうしますか。とりあえず夏目さんちってなんかさ黄色のイメージ。わかる。そうだね。じゃあ一旦このスタイル C を使ってみますか。スタイル C、夏目さんちの C で、どこからいきます。次に進む。来た。トップページにこれが来た。トップページにすごい。うるさもうめちゃめちゃ可愛いじゃん。でもトップページにこれあんのって結構よくない？インパクト大だよ。インパクトはあるよ、結構。ということでこちらデザインプレビューということで、パソコンだとこういう風に出るよと。個人的にはねヘッダーサイズにした方がパッと見た時のインパクトあるんじゃないかなと思うんだけど、でもスマホで見た時は結構いいんじゃないね。いきなりドーンってくるわけだもんね。めちゃめちゃいいじゃないですか。さあではですね、こちらでちょっともう少しだけポートフォリオの設定ね今簡単にはしたんですけど、設定したいと思います。そして夏目さんちっぽくですね。さあまずは夏目さんちのロゴもこうやって入れてみましょう。いいね。ロゴを入れてポートフォリオサムネイルなので、一応今回のやつでちょっと作ってみました。多分ねサムネイルするのはもっと分かりやすく印象的な絵の方がいいと思うんだけど、今回はちょっと2人の絵をこうくっつけただけにしてあります。でここじゃあウェブサイト追加なので夏目さんちなのでやっぱ YouTube 追加しておきますか。そうだね。夏目さんちの YouTube チャンネルはこちらと。そしてこちら今ですねこんな感じでいろいろ設定したので更新します。公開する。ドキドキ。更新成功。
ということで夏目さんちのページこちら。じゃおー、こんなにもう簡単に出来上がりましたーね。ね、もう本当にね、あ、しかもロゴが、いい感じにロゴもちゃんと入って、はいはい、YouTube チャンネルはこちらと、こちらとはいはいはい、ドドンとドドンと入ってるでかいな。でかいな。で作品一覧でこちらに、はい、そうね。はい、すべての作品を見るとやるとおここですね、出並んでまますしたね。サヤラインズ、はいゲンラインズ。はいこんな感じで、はい、こうゲンラインズ。ゲンラインズはこうやって見れると。おー。でそしてまたサヤラインズはこちら。あ、いいね。ねこんな簡単に出ますね。ワクワクするね。でもさ、自分たちのイラストがさ、うんずらっと並んでるところってさ、なんか自分で見ても嬉しくなるよね。なんかねいやそうだね。だからやっぱ画集は本当嬉しかったし。ね、そうそう。そうで今回やっぱこれのテーマとしてはかなりこう、はいお互いの思い出というか、うん画集はそれぞれのイラスト単体でやってみたけど、ん今回コラージュすることによってもより詰め合わせ感というかぎゅ画集が1枚になってる感じだよね、もはいや、そう、本当に。ねいやいいっすねいやこれは。嬉しい。なんかもうこのページができたことがとても嬉しいんだけど、私。これすごいね、思ったより簡単に作れる。本当にテンプレート選んでサクッとやるだけなんで。はい。はい、でこれでまださらにね自分好みにカスタマイズしていくのは全然できるので、うんでここ今ページとしては僕たちのページはこの作品一覧とトップページしかないですが、はい。ここにショップとかうんファンコミュニティを設置した人はここにタブが出てくるし、うんうん。まあ本当に自分好みに簡単カスタマイズができるクロスフォリオということでございます。おー。自分で絵を描いてうん。いろんな作品まとめてどっかにねプレゼンしたりとか、うん。営業とかに使いたいよっていうねクリエイターさんだったらそういう風に使ってもいいんじゃないかなとそうだね。思いますし、はい。自分の思い出としてこういう風に記録してもいいかなと思いますし、ぜひ使ってみてください。ということで今回ね夏目さんちが作ったこのコラージュ作品はクロスフォリオの夏目さんちページにはい掲載してますので、ぜひ皆さん見に来てみてください。細かく見ていくと楽しかったりするんですが、細かく見ていくと切切り抜きり抜きのねが雑だったり、よくわからん毛入ってたりするんですけど。まあでもねこうやって簡単に皆さんもね作っていけるので、ぜひクロスフォリオ使ってみてください。使ってみてください。はでもまたさ、このコラージュをやりたいので。そうですね、ねまたこういうコラージュ企画とかね、うんできたらいいですね。イラストどんどんだから5年、10年、50年、はい100年経って、はいまたそれぞれの時にね、またこのコラージュを作ってったそらね。んなやりたい ?50 年後もやりたいこれ。だって言ってたじゃん、ゲンさん。七夕のさ、うんお願いにさ、学用老人万事になれますようにって書いてたじゃん、ゲンさん。強えな目標が志高えな。ではこれから夏目さんちもゆくゆく僕たちはい晩年には、はいこの夏目さんちのチャンネル学用老人万人チャンネルになるので、はい。で万事アルファと万事ベータになってるから、どうぞ。その時までよろしくお願いしますお願いし。ます